回は45センチ水槽を6ヶ月維持しました。どうもカプラーです。この水形を見てください。ようやく完成しました。今日の動画ではこの立ち上げた45センチ水槽の水形を紹介しつつ、維持管理苦労した点の順で動画にまとめました。この6ヶ月の間にいろいろな面で四苦八苦してました。光の量だったり CO2 の添加量だったり餌の頻度だったり試行錯誤しました。おそらくこれを真似してもらえればある程度同じような感じになると思います。特に光の強さのところは参考になると思います。では皆さんと一緒に詳しく見ていきたいと思います。少し立ち上げ初期を振り返ります。2022年8月に45センチ水槽のセットアップをしました。45×30×30 センチのレグラスフラット F450 を使った水草水槽です。スケープイットで模擬レイアウトをして風山石と流木で組み上げました。プレモスはミスト式で貼り付けました。実際に水を入れた8月よりもっと前から準備をしていて、2022年の6月から約2ヶ月かけてプレモスを流木に貼り付けました。ちょうど夏だったので部屋の温度も26度程度で維持できたので、ミスト式もとてもはかどりました。8月になってミスト式を終えて水草を植えて、それでようやく注水をしました。ここまでの動画は右上のリンクか概要欄を参照してくれると嬉しいです。約6ヶ月かけて作り上げた水形がこちらです。いかがでしょうか。当初予定していたイラストがこちらです。だいぶいい感じにできたんじゃないでしょうか。それではこの水形を詳しく見ていきましょう。こちらはバリスネリア7を植えていたんですが、株数が少なくて途中で入れたスクリューバリスネリアがいい仕事をしています。後ろのカーテンがうまく表現できたかなと思います。そして何といっても今回の成功した部分、それはこのプレモスの活着です。何層にもなって分厚く育ってます。このままにしておくと下葉が枯れてしまうので、そろそろトリミングの時期かなと思ってます。手前の化粧砂もいい感じに敷き分けできてます。多少ソイルがこぼれ落ちてますが綺麗な方かなと思います。ちなみに化粧砂エリアは撮影前に1回綺麗にしてます。綺麗にするやり方は別の動画で紹介しています。どうやってんだろうって気になる方は右上のリンクか概要欄を参照してくれると嬉しいです。化粧砂エリアの左と右側には成長しているコブラグラスがランナーで手前に進撃してきてますね。ただ僕はこれをちょっと気に入ってるので、これに関しては放置しています。後ろ側はショートヘアグラスが密生してます。コブラグラスと混ざり合いながら密になってますね。流木の周りに植えていたチェーンアマゾンは葉っぱが伸び始めてます。中継層にしてはちょうどいい感じのね、背丈だったなと思ってます。ランナーで増えるような様子はなかったです。小さくて薄い色のミクロソリウム、元いアマゾンソードみたいな感じの葉っぱでした。手前のブセの活着はとてもうまくいきました。今回は接着剤は使わずに石と石の隙間に挟み込んだだけです。この辺りの詳しいセッティングが気になった方は、こちらの植栽の様子をまとめた動画を参考にしてください。水草の葉には硬い緑色の苔が生えてます。ところどころ黒ひげ苔も生えてますね。特にあまり成長のしない草とか石、あと木材類に黒ひげ苔がつきやすかったです。これでもね、結構減った方なんですよ。だいぶ苔の除去に成功しました。この辺りの苦労は次の管理についてで話をしたいと思います。それでは管理についてです。最初に光の設定です。光の設定はね、今回かなり苦労しました。調光できるライトを使ってるので、苔の発生頻度や生える苔の種類を見ながら光の強さを調整しました。あまり光を必要としない水草をメインに植えてるので、ブセファランドラに合わせて
今回は光のパワーを決めました。調光できるライトでパワーの決定に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。使っているライトはウィークアクアの RGB ライトに UVA というブラックライトを搭載したスポットライト型の LED ライトです。スポットライト特有の水の揺らぎと平面型のフラット型のライトの広く均等に照射できるっていうその両方のいいところを足したライトになってます。それをウィークアクアの純正スタンドから吊り下げてます。光源の高さは水面から25センチです。ライトのパワーは 20% 出力くらいに設定しています。このアベイラブルパワーがパワー残量です。これがゼロになるとマックスパワーで電力を使い切っているっていうことを表します。今現在はアベイラブルパワーが 80% なんで実際の出力は 20% 相当くらいです。このライトの出力から計算すると 20% っていうことはだいたい概算で1000ルーメン程度ですね。このルーメン値はあくまで換算値です。実際の意味はこのライトの最大消費電力 90W のうち 20% で 18W の電力消費を意味します。とはいえルーメン値を皆さんにお伝えするのに便利な数字なんでね、だいたいこんな数値ですよっていうのを示すために使ってます。実際の調光は R11%、グリーン 14%、ブルー 16%、UVA100% で照射しています。この設定で出力 20% 程度ですね。それをテンプレートとして登録してます。照射時間に関してはだいたいタイマースケジュールで17時半から23時59分までの7時間半、今のテンプレートを選択して 100% で出力しています。こうやって設定することであらかじめ弱めに作った出力 20% の波形をそのままの出力で設定できます。この 20% 相当の光量設定を測定器で実測してみると PPFD とか波長の比率はこんな感じです。これは水面から15センチぐらいの水草が一番生えている場所での測定をしています。水槽の中心左右でだいたいこんな値になってます。このぐらいの光量でこういった陰性水草と全ケ素の共存ができています。光合成しながら苔の発生を抑えられているちょうどいい光量のようです。1日の照射時間は7時間半プラスアルファです。プラスアルファの部分はゆっくり点灯、ゆっくり消灯で1時間ずつぐらい時間をとってます。あらかじめこういうような弱い出力の照射パターンを作っておいて、僕は最初の30分はこういう出力にしています。日の出の時間はアベイラブルパワー 94%、実際の出力は 6%、R1%、G4%、B7%、UVA100% というような青メインの波形。日の入りの時間はアベイラブルパワー 93%、実際の出力 7%、赤が 7%、グリーンが 4%、ブルーが 1%、UVA が 100% という感じで赤メインの波形にしてます。これらをね、タイマースケジュールの方で 100% 出力にして点灯し始めと消灯の間際に、時間を設定してます。こうすることであらかじめ作ったテンプレート通りの光の強さと色合いをね、スケジュールに組み込めるので、思った通りの日の出やね、日の入りの色を再現できます。炭酸ガスは1秒1滴ぐらいで維持しました。ですがね、現在はかなり量を減らしてます。最終的には2秒に1滴か3秒に1滴ぐらいで調整しました。で、使ってるディフューザーはローメンテディフューザー。これはね、目が粗めのディフューザーなんですけど、僕はね、泡の粒が小さすぎないものを好んで使ってます。目が細かいものってディフューザーに苔が生えただけで点火量のバランスが結構崩れるような気がしてるんですよね。泡の細かいものは CO2 の点火効率がいいんで少量のガス消費でしっかり溶け込むんですけど、泡を出す時に割と高めの圧力を必要としたり、あとディスクに苔が生えるとそのバランスはね崩れやすいんですよ。なのである程度粗めのものをあえて使って苔がある程度生えたとしてもしっかりとね安定して出続けるこのディフューザーを使ってます。こまめな掃除やね調整は面倒ですからね、まめに、綺麗にできるっていう方だったらいいんですけど、こういうところでね、僕はね楽をしてます。CO2 の点火してない時はエアレーションをしています。
エアストーンは使ってません。水面を揺らすのが目的なので、こういったアクリルのチューブをつけて、楽にセッティングしてます。こういったね、アクリルのスティックは、透明なので見た目も非常にスマートです。液肥は、全然使ってません。最初のうちはカリウムの添加を毎日行ってたんですけど、焦げが生えました。なので今は特に液肥は与えず、ソイルと水替え、魚の餌だけの栄養で維持してます。ソイルはネイチャーソイルを使ってます。この辺りのセットアップはこちらの立ち上げ動画を参考にしてください。右上のリンクか概要欄から見れます。生き物はね、エビのみです。エビはチェリーシュリンプとかヤマトノマエビを入れてます。餌はザリガニの餌を3日に1回ぐらいあげてます。これはダイソーで買ったものなんですけど、実はね、これはちょっと失敗でした。途中で苔だらけになってうまくいかなくなったため、方向転換しました。これは動画の後半苦労した点で改善点も含めて詳しく解説してます。水替えは10日に1回くらいですね。現在は冬場なので水をストックしている水槽から補充してます。ヒーターは使ってないです。エアコン管理をしています。部屋の温度が24度から25度ぐらいになるようにしてます。そうすると水温が23度から低くても21度くらいに落ち着くんで、なんかいい感じに なってますね。低めの水温が、好きなんで、ちょっといい感じです。何がいい感じかっていうと、なんとなく苔の発生がね、少ない気がします。なんとなくですよ。あと、苔の発生抑制のためにオゾン発生器を使ってます。これは特にエビにも影響なくて、立ち上げの時の苔や緑色の糸苔、そういったものの発生を減らしたり、魚の健康に役立つっていうことで使ってます。一応管理に関してはこんなもんですね。主な苦労した点は2つです。1つ目が黒ひげ苔の対処。2つ目が CO2 の添加調整です。まずはね、黒ひげ苔の対処です。これはみんな大好き黒ひげ苔ですね。やはりね、今回も出ました。インセ水草だけではなくて、ショートヘアグラスの先端にも発生しました。バッサリとね、先端だけトリミングをしたこともあるんですけど、次から次へと湧いてきました。現在はこんな感じで黒ひげ苔はほとんど生えてません。ところどころ残ってますけど、これで維持できてます。やったことは2つです。1つ目は餌を買いました。この水槽は小さなエビとヤマトヌマエビが、2、3匹と、あとオトシンクルスネグロが5匹入っています。で、餌はね、ダイソーのザリガニの餌を主に2日に1回あげてました。で、このザリガニの餌をプレコの餌に変えました。で、与える間隔も少し伸ばして2、3日に1回1枚あげてます。ザリガニの餌は動物系の成分も含まれていて、プレコの餌は植物系の餌なので、水がね、少しきれいに保てるんじゃないかなと思って変えてみました。で、この餌に変えたことで黒ひげ苔の発生がね、ピタリと止まったような感じがしました。で、ここで2つ目です。この黒ひげ苔の増殖がピタッと止まったようなタイミングで、ヤマトヌマエビ10匹とシルバーフライングフォックスの子供を4匹投入しました。で、黒ひげ苔にはね、オキシドールを 10cc ほどぶっかけました。オキシドールの添加は約2ヶ月の間に3回だけ、たったの3回なんですけど、行いましたと。そうすると黒ひげ苔はみるみるうちに減っていって、現在はこんな感じの状態ですと。とても綺麗ですね。これが黒ひげ苔退治でやったことの2つです。次に苦労した CO2 添加の調整です。CO2 は最初1秒1滴程度やってたんですけど、どうも苔が発生しやすくて、あっという間に黒ひげ苔やガラス面に緑の硬い苔がつくようになりました。発生頻度は1週間に1回スクレーパーが必要なくらいです。あんまり光合成で CO2 とかね、光を必要としない草を入れてるので、結果としてね、CO2 が余ってたんでしょうね。添加頻度をかなり落としました。で、現在はこんなもんです。CO2 を完全に止めてしまったこともあるんですけど、そうするとプレモスとかショートヘアグラスの光合成がなんだかちょっと止まったような感じがしたんですよね。なんとなく成長が落ちた気がしました。
なので今では超微量にね添加してます。もちろん CO2 の添加をしてない時間はねエアレーションをしてます。苔の発生頻度はこれによってねぐっと減って、2、3週間に1回苔取り掃除を軽くする程度、むしろねそんなにしなくてもいいんじゃないかなと思える程度まで、なりました。それでいてね水草に、枯れはないのでいい調整具合のようですね。はい、去年の6月から仕込んでいた45センチの水槽がこうして、ようやく完成しました。ミスト式でのプレモス活着は大成功し、CO2 添加により水中でも大きく成長しています。ミスト式はね、バッチリハマってくれました。45センチ水槽でレグラスフラット F450 を使って本当にすごく良かったです。奥行きが30センチあるんで、前傾に余裕もあって、化粧砂がしっかり敷けました。後ろにはね、バリスネリアのカーテンを作れました。最初はエリオカリスビビパラを植えてたんですけど、葉っぱが細いので結構な束が必要でした。あまりビビパラの束がなかったので、ちょっとスカスカになっちゃったんですよね。なので、今回使ったのはバリスネリア7を使いました。その後、行きつけの金台でスクリューバリスネリアを手に入れたので、それを植えたといった感じです。餌の回数や CO2 の添加量を変えて苔の発生を抑えることに大変苦労しました。でもこのままいくと、さらに6ヶ月経ったら、多分この水系はね、崩壊する気がしてるんですよ。理由は、この水槽にはヤマトノマエビ10匹、小さなエビ15匹、オトシンクルスネグル4匹、シルバーフライングフォックス4匹が入ってるからです。ちょっとね、生態の数が少し多い気がします。そのうち高形層エリアに糞が堆積して、一気に苔が生えてしまう気がしてます。あと、プレモスがね、かなり積み重なって成長してきてて、そろそろ下葉が枯れてきそうな感じがします。またね、基礎砂エリアにランナーが結構多くなってきてるので、レイアウトが崩れてしまう気がします。今後はプレモスのトリミングとか、化粧砂エリアの整理、あとヤマトノマエビとシルバーフライングフォックスのお引っ越しを考えてます。それと忘れちゃいけないのが、後ろのエリアのこまめな清掃ですね。糞はまめにプロホースで除去していこうと思ってます。いろいろとこまごま世話をしてそうに話をちょっとしてたんですけど、実際は全然手間をかけてません。1日1回30秒くらい眺めて、餌をあげたりあげなかったりするだけです。2週間に1回水替えをしたり、調子を見ながら月に1回くらいね、光と CO2 の調整をしてきました。現在はとても落ち着いてるので、直近2ヶ月は水替え以外何もしてません。なので、やってることは本当に大したことないです。実際に僕の稼働時間的には、レイアウトするのに2時間、立ち上げに2時間かかったくらいです。こういったようにね、45センチ水槽は手軽にレイアウトをいろんな構図で楽しめるので、皆さんにおすすめしたいです。まとめると、45センチ水槽は気軽にレイアウトしやすいが、餌や CO2 の影響を受けやすい。以上です。そういえば皆さんにちょっと聞きたかったんですが、黒ひげゴケ、CO2 の添加量多すぎると増えやすかったりしますかね。動画内でもちょこっと話をしたんですけど、黒ひげゴケはリンが原因だと思ってたので、あとカルシウム成分とかね、そういったものが原因だと思ってたんですけど、餌の種類とあげる頻度を少なくしたら改善しました。ですがね、そのトリガーが CO2 の過剰添加だったのかなと思って、そういうことってありますかね。よかったら教えてください。この水系いいね、参考になったよとかね、普段アクア機材のことしか考えてなさそうなのに、意外とレイアウトは繊細だねと思った方、グッドボタン、コメントをお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。